食べ物まるっと研究所です。今回は蜂蜜の体への影響についてお話しします。優しい甘さのある蜂蜜。栄養バランスも優れていて健康な体づくりの強い味方です。そんな蜂蜜はあまり知られていない驚くべき健康効果が11個あります。ただ摂りすぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして蜂蜜で得られる健康効果、摂りすぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは蜂蜜の健康効果からいってみましょう。蜂蜜の健康効果1つ目は感染症や風邪の予防です。蜂蜜に含まれるフラボノイドはウイルスが体に侵入したり増殖するのを防ぐ効果が期待できます。国立精神神経医療研究センターの論文でも蜂蜜に含まれるフラボノイドはウイルスの細胞の侵入、ウイルスの増殖、免疫の過剰反応を阻害する可能性があると結論付けています。また、蜂蜜は感染に対抗する免疫力を高める効果も期待できます。イラン・ネイシャブール医科大学の論文でも、蜂蜜は感染に対する免疫応答を活性化すると結果が出ています。他にも、名古屋市立大学で行われた研究では、加熱された蜂蜜は免疫を活性化させる。蜂蜜を180度で60分間加熱した場合に最大の効果が観察されたと結果が出ています。蜂蜜の健康効果2つ目はアンチエイジングです。過度のストレスやお酒の飲みすぎ、食生活の乱れなどで体の中に活性酸素が過剰に発生すると細胞を傷つけて老化が進行してしまいます。蜂蜜に含まれるフェノール類やビタミン類は老化の原因となる過剰な活性酸素を抑える抗酸化作用があるのでアンチエイジング効果が期待できます。イタリア・ジェノバ大学の論文でも蜂蜜のフェノール類は幅広い抗酸化力を示すとしています。蜂蜜の健康効果3つ目は傷の治癒です。蜂蜜は古くから傷薬としても使われています。蜂蜜には体の表面の細胞が傷を塞ぐ最上皮化を促進する効果が期待できるので、傷口に塗ると傷の治りが早くなる可能性があります。また、蜂蜜は糖度が高いので、傷口に塗ると雑菌の繁殖を抑えて可能するのを防いでくれるんです。イタリア東ピエモンテ大学の論文でも、アカシア、ソバ、マヌカハニーそれぞれの蜂蜜が異なるメカニズムで、傷の最上皮化速度を増加させたと結論付けています。そしてさらに、蜂蜜のフラボノイドは炎症を抑える作用があるので、傷の治りを早める効果が期待できます。インド KPC 医科大学の論文でも、蜂蜜を傷口に塗布すると、炎症の症状が軽減される。蜂蜜は感染を伴う深い傷口の治癒を促進すると結論付けています。蜂蜜の健康効果4つ目は快眠です。バランスの悪い食事などが原因で、睡眠中に血糖値が下がると、神経を高ぶらせるアドレナリンが分泌されて睡眠の質を下げてしまいます。蜂蜜は果糖とブドウ糖がバランスよく含まれていて、特にアカシア蜂蜜は血糖値を緩やかに上げて長時間安定させる効果があります。睡眠を妨げる低血糖を防ぐことで睡眠の質を高めてくれます。また、ブドウ糖は幸せホルモンであるセロトニンの分泌を促して心身をリラックスさせてくれる効果も期待できるので、合わせて快眠をサポートしてくれるんです。イラン・セムナ医科大学で行われた冠状動脈疾患患者の睡眠障害の研究でも、牛乳と蜂蜜を混ぜたものを摂取すると、3日目より睡眠状態の改善が見られたと結果が出ています。蜂蜜の健康効果5つ目は、がんの予防です。蜂蜜に含まれるカフェイン酸やフラボノイドは、がんの発生や増殖を抑える効果が期待できます。イラン・マシャハド医科大学の論文でも、蜂蜜に含まれるカフェイン酸、フラボノイドなどは腫瘍細胞の増殖や正常な細胞が腫瘍細胞に変化することを阻害する。蜂蜜は腎臓がんの細胞の生存率を低下させたと発表しています。そして他にも、大気汚染やストレス、不健康な食事などで体内に過剰に発生した活性酸素は、がんを発生させる原因になります。蜂蜜に含まれるフラボノイドやフェノール類は、この活性酸素を抑える抗酸化作用があるので、細胞、組織を守ってくれるんですね。マシャハド医科大学の論文でも、蜂蜜には多くの種類の抗酸化物質が含まれているため、
がん治療に役立つ。蜂蜜の成分は抗酸化作用、抗菌作用、抗炎症作用、抗増殖作用、抗がん作用を発揮し、乳がん、皮膚がん、結腸がん、肝臓がん、膀胱がんを阻害すると結論付けています。蜂蜜の健康効果6つ目は疲労軽減です。蜂蜜に含まれる糖質は果糖やブドウ糖といった構造が単純な単糖類なので、消化に時間がかかりません。腸からすぐに体内に栄養が補給されることで、即効性のある疲労回復が期待できます。エジプト・アレクサンドリア大学の研究でも、蜂蜜は1500メートルランナーの疲労を大幅に減少させた。蜂蜜は激しい活動の後に起こる疲労や炎症を減らすと結論付けています。蜂蜜の健康効果7つ目は二日酔い予防です。蜂蜜に含まれる果糖はアルコールを代謝する酵素の働きを助けてアルコールの分解を促進してくれます。なのでお酒を飲む前に蜂蜜を食べておくと二日酔いを予防できる可能性があります。中国福建省農林大学で行われた研究でも、酩酊したマウスに蜂蜜を投与すると血中エタノール濃度が大幅に減少する可能性があると結果が出ています。蜂蜜の健康効果8つ目は美肌です。蜂蜜に含まれるフルーツ酸とミネラルは皮膚の血液循環を刺激して栄養と酸素の供給を促進してくれます。これによって代謝が刺激されて皮膚の再生を増加させることができます。また蜂蜜に含まれるフルーツ酸は古い角質細胞を除去する作用があるので、これもまた皮膚の再生を促進します。スキンケアとして蜂蜜を塗ると美肌作りをサポートしてくれるんですね。ポーランドシレジア医科アカデミーの論文でも、蜂蜜は肌の代謝を促進し、肌再生を活性化する。さらに蜂蜜は皮膚組織の解毒をするため、皮膚の張りが増し、弾力性が向上し、シワが滑らかになると結論付けています。蜂蜜の健康効果9つ目は成長作用です。蜂蜜に含まれるオリゴ糖は腸内の善玉菌の餌になるので、善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を防ぎます。また、蜂蜜に含まれるグルコン酸も善玉菌であるビフィズス菌を増やす働きを持っています。腸内の善玉菌が増えることで腸内環境が整って免疫力がアップしたり、肌荒れや便秘の改善も期待できます。中国農業科学院の研究でも、ソバハチミツが腸内のビフィズス菌の増殖をサポートし、病原菌を抑制することで腸に健康上の利点をもたらす。ソバハチミツは天然の成長剤の一種であると結論付けています。蜂蜜の健康効果10個目は口の中の健康を守るです。蜂蜜に含まれるポリフェノールは口の中の有害な細菌が歯に付着するのを防いで、虫歯の原因菌であるミュータンス菌の活動を抑える効果があります。また炎症を抑える効果もあるので、歯肉炎などの予防にも効果的です。そしてさらに、ポリフェノールは抗酸化作用を持っていて、口腔がんの発生を抑える効果も期待できます。インドポストハーベスト工学技術中央研究所の論文でも、蜂蜜は抗菌作用、抗酸化作用、抗炎症作用、抗がん作用があり、虫歯や歯周炎、粘膜炎、知覚過敏など様々な口腔疾患の治療に安全で役立つことが明らかになったと結論付けています。蜂蜜の健康効果11個目は喘息症状の軽減です。蜂蜜には喘息の症状を軽減したり、喘息の誘発を抑える効果が期待できます。イラン・ネイシャブール医科大学の論文でも、蜂蜜は喘息症状の軽減、または喘息誘発を防ぐための予防剤として作用すると結論付けています。他にもイタリア・マルケ工科大学の論文では、一般的な医学でも蜂蜜は咳止め鎮静剤として利用されている。蜂蜜の呼吸器系に対する保護効果が証明されていると発表しています。このように蜂蜜には様々な健康効果がありますが、摂りすぎには注意が必要です。そんな蜂蜜を摂りすぎた場合のデメリットをお話しします。蜂蜜を摂りすぎるデメリット1つ目は肥満です。蜂蜜のカロリーは 100g あたり328キロカロリー程度あるので、いつもの食事にプラスして摂りすぎると肥満の原因になります。普段使用している砂糖の代わりに蜂蜜を摂るなど、1日の糖質量を調整することが大切ですね。蜂蜜は砂糖に比べて甘みが強いので、蜂蜜に置き換えると甘味料の量を少なくすることもできます。
京都産業大学で行われたマウスを使った研究でも、蜂蜜は初糖と比較して体重や血糖値の上昇を抑える作用がある。蜂蜜は砂糖に比べて格段に良い糖分であると結論付けています。蜂蜜を摂りすぎるデメリット2つ目は便秘・下痢です。蜂蜜は腸内環境を整える効果があるので、適量であれば腸内の善玉菌を増やして便秘や下痢の改善に効果的です。ただ、摂りすぎると逆にお腹が緩くなったり、便秘や腹痛を引き起こすこともあるので注意が必要です。蜂蜜を摂りすぎるデメリット3つ目はアレルギーです。蜂蜜のアレルギーや過敏症は稀ですが、大量に摂取すると副作用やアレルギーが出る可能性があります。また、スキンケアとして蜂蜜を使うと、蜂蜜に含まれる花粉やタンパク質が原因でアレルギー反応が出ることもあります。インドポストハーベスト工学技術中央研究所の論文でも、蜂蜜製品はアレルギーなどの副作用を引き起こすが、高濃度で使用した場合に現れるとしています。摂りすぎには注意が必要ですね。このようにどんなに体にいい食材でも摂りすぎると様々なデメリットがあります。それでは蜂蜜の適正量はどのくらいなのか。世界保健機構は糖類の摂取を1日の総エネルギーの 10% 未満、望ましくは 5% 未満にとどめることを推奨しています。これを考慮すると、蜂蜜は多くても1日大さじ2杯、30g までが目安と考えられます。蜂蜜は 30g だと 99kcal 程度になることも参考にしてみてください。また、1日の中で他にも糖類を摂取する場合は、蜂蜜の量を減らすなどの工夫が大切です。次に、蜂蜜の健康効果を最高に引き出す取り方をご紹介します。まずは、蜂蜜の種類を簡単にお話しします。一口に蜂蜜といっても様々な種類があります。花の種類によって香りや色、味も変わってきます。蜂蜜らしさを味わいたい場合は、一般的なアカシアやレンゲがおすすめです。さっぱりフルーティーなものがいい場合は、クローバーやオレンジ、リンゴ蜂蜜もいいですね。最近ではマヌカハニーも人気が高いです。マヌカハニーはニュージーランドのみに自生するマヌカ蜜を集める蜜蜂により作られています。マヌカハニーには他の蜂蜜にはない抗菌作用の強いメチルグリオキサールが含まれていて、腸内の悪玉菌の増殖を抑制する効果などが期待できます。希少な蜂蜜なので値段は少し高めです。そして蜂蜜は種類によって血糖値の上昇度合いを示す GI 値が異なります。数ある蜂蜜の中では国産アカシア蜂蜜は血糖値を上げづらい蜂蜜と言われています。山田養蜂場が行った研究でも、レンゲ、クローバー、ルーマニア産のアカシア、国産アカシア、これらの蜂蜜とブドウ糖の血糖値の上昇を比較したところ、国産のアカシア蜂蜜が一番低い数値を示したとしています。次に蜂蜜の取り方の注意点をお話しします。蜂蜜の注意点1つ目は、蜂蜜の種類に注意です。スーパーに行くとたくさんの種類の蜂蜜が陳列されていますが、安価なものは水飴や果糖、砂糖などが添加された果糖蜂蜜である可能性が高いです。このような蜂蜜は余計なものが添加されている分、蜂蜜で得られる健康効果は低くなります。なので、できれば加工のされていない純粋蜂蜜を選んでいきたいですね。純粋蜂蜜は値が張るものも多いですが、効率よく蜂蜜の健康効果を得ることができます。蜂蜜の取り方の注意点2つ目は、1歳未満の乳児には与えないです。厚生労働省や消費者庁も、赤ちゃんに蜂蜜は絶対に与えないようにと注意喚起をしています。これは1歳未満の乳児が蜂蜜を食べると、乳児ボツリヌス症にかかることがあるからです。大人がボツリヌス菌をとっても問題ありませんが、腸内環境が整っていない乳児がボツリヌス菌を取ると、腸内で毒素が発生して、元気がなくなったり、哺乳力が弱くなったり、命に関わることもあるので注意が必要です。蜂蜜の取り方の注意点3つ目は、冷蔵保存を避けるです。基本的に蜂蜜は常温保存で大丈夫です。開封後のものは冷蔵庫で保存したくなりますが、蜂蜜は温度変化に弱いので、冷蔵庫に入れてしまうと結晶化してしまいます。湯煎で溶かせば結晶化したものも問題なく食べられますが、手間がかかりますよね。純粋蜂蜜は強い殺菌作用があるので、
常温でも長期保存が可能です。次に蜂蜜と相性のいい食材をお話しします。蜂蜜と相性のいい食材1つ目はヨーグルトです。酸味のあるヨーグルトに蜂蜜をトッピング。よくある組み合わせですよね。ヨーグルトと蜂蜜の組み合わせは美味しいだけでなく健康効果も期待できます。ヨーグルトにはビフィズス菌や乳酸菌が豊富に含まれていて、腸内の善玉菌を増やしてくれます。そして蜂蜜に含まれるオリゴ糖はこれらの善玉菌の餌になるので、ヨーグルトと蜂蜜両方の効果で善玉菌が増えて腸内環境が整います。腸内環境が整うことで免疫力向上、美肌効果、花粉症改善も期待できますね。蜂蜜と相性のいい食材2つ目はレモンです。蜂蜜レモンは疲労回復に効果的です。レモンには疲労回復が期待できるビタミン C とクエン酸が豊富に含まれます。そして蜂蜜の糖質はスムーズに吸収され、素早くエネルギー源になります。蜂蜜とレモン、両方の効果でより疲労回復が期待できるというわけです。レモンの酸味が苦手という人も、蜂蜜の甘みが加わることで取りやすくなりますね。蜂蜜と相性のいい食材3つ目は生姜です。辛みのある生姜と甘い蜂蜜も相性がいいんです。生姜に含まれるジンゲロールは免疫機能を活性化させる力があります。蜂蜜も免疫力を高める効果があるので、感染症などに対抗する力を高めることができます。また、生姜と蜂蜜、どちらも抗菌作用を持つので、風邪のひき始めにもぴったりです。喉の痛みにも効果が期待できます。生姜を蜂蜜につけるだけなので簡単です。お湯や紅茶に入れてドリンクとして飲むのもおすすめです。蜂蜜と相性のいい食材4つ目はフルーツです。フルーツを買って食べたら思ったよりも甘みが少なかったなんてこともありますよね。そんな時には蜂蜜に一晩つけておくだけで、蜂蜜の優しい甘みがプラスされて食べやすくなります。フルーツに含まれる食物繊維と蜂蜜のオリゴ糖の効果で腸内環境も整いますね。蜂蜜と相性のいい食材5つ目はお肉です。見た目は柔らかそうなお肉なのに焼くと硬くなってしまう。これは肉のタンパク質が熱を加えることで変化するからです。お肉を焼く前に蜂蜜につけておいたり、塗っておくと蜂蜜に含まれる果糖やブドウ糖が肉の中まで入り込んで硬くなるのを防いでくれます。蜂蜜の健康効果がプラスされた柔らかいお肉を食べることができますね。今回は蜂蜜の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい蜂蜜を適切な量をとって健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。